こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、これを作ります。メガドライブ。ここにね、海外で売られていたポータブル版も持ってきてますけれども、今日はセガの家庭用ゲーム機メガドライブを作ります。メガドライブは1988年にセガエンタープライゼス、現在のセガが発売した家庭用ゲーム機です。コンソールゲームなどとも言われますけれども、家庭用ゲーム機はゲームカセットを差し替えることでいろんなゲームが遊べるようになって爆発的に広がりました。1983年7月15日に任天堂のファミリーコンピューターとセガの SG-1000 がなんと同日に発売されたんですね。1980年代には任天堂セガの他にもいくつかのゲーム機がいろんな会社から発売されたんですけれども、ファミコンが覇権を握ったのはご存知の通りです。実に市場の 80% 以上をファミコンが占めていたと言われていますよね。それに一矢報いようということで発売されたのがメガドライブだったわけです。ちなみに1987年には NEC ホームエレクトロニクスから PC エンジンが発売されています。 CPU には当時マッキントッシュやアミガなどで使われて人気の高かった MC68000 を搭載。サンやニューズなどワークステーションでも使われ、国内のパソコンでもようやくシャープが X68000 を前年に発売した程度だった。メガドライブの本体にも16ビットと大きく書かれてましたけれども、それ以上に内部の処理は32ビット、開発者憧れの CPU が積まれたゲーム機だったわけです。販売面では、国内よりも北米など海外でよく売れたということが知られています。アメリカ、カナダ、メキシコではジェネシスという名称で1989年に発売されました。米国市場に合ったタイトルを作ることやソニックといった人気キャラクターも登場したことで、ついに任天堂に対してシェアを逆転することに成功しました。ちなみに任天堂のスーパーファミコンが発売されるのは1990年、翌91年に北米版も発売されますが、互角の販売競争を繰り広げたと言われています。2016年に日本科学未来館でゲームオンというイベントをやらせてもらったんですけれども、その中でセガハードの歴史を語り尽くすというトークライブというのを開催しました。これが予想していた来場者の3倍もの人たちが集まっちゃったんですね。セガという会社は当時もゲームセンター用の、バリバリハードの会社なんですよね。自分たちのゲームを走らせるために自分たちのハードがあると、これが独特の世界を作り出していたと。ポータブルゲーム機なんかも筐体のゲームを作っていた方が試行錯誤して作っちゃったなんて話もその時お聞きしたんですけれども、やっぱりセガハードのファンというのは非常に熱いというのはこの辺りにあるのかもしれません。ということで、できました。90年代にかけては家庭用ゲーム機全盛の時代と言えると思います。そういった中でメガドライブの場合は、セガなのでアーケードから来たレーシングものとか格ゲーもありましたよね。さらにファンタシースターみたいな独特のロールプレイングもあって、コアなゲーム層を育てたハードと言えると思います。黒い筐体でこのカートリッジを挿すところが丸く盛り上がっているところがブロックを作る人泣かせなんですけれども、なんとかできたと思います。来週もやります。見てください。